皆さんこんにちは。今回なんですけど、タイトルにあるように兵庫旅行へ行くならこのプランというのをご紹介していきます。 YouTube を始めてから数えても兵庫県には3回旅行で行っているんですが、ちょうど西日本を完全制覇した最後の旅もここ兵庫県でした。そんな僕が今回自信を持って最強のプランで旅行してきましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。今回の動画は前回の動画の続きとなっており、2日目からの紹介となるので、まだ1日目の動画を見られていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、先にそちらをご覧ください。ということで、ここで一旦1日目の振り返りをしておきますが、お昼ご飯を兼ねてまずは南京町で食べ歩きをしました。それから電車で有馬温泉に移動して街並みを楽しんだ後、今映像にも映っておりますが、ここ月光園遊月山荘さんへと宿泊しました。そこまで前回お見せしましたので、今回は2日目の朝、こうして朝食をいただくところからスタートします。夕食もそうだったんですが、朝食のビュッフェでもかなり豊富な種類のラインナップがあり、自分好みで最高の朝食をいただくことができました。ついビュッフェスタイルだとやっぱり食べ過ぎてしまいますね。この後お腹もいっぱいになったところで、時間いっぱいまで温泉に入ったりゆっくりしてチェックアウトしました。有馬温泉はこれまで何度も来たことがありますが、旅館に宿泊してゆっくりと過ごすのは初めてだったので、最高の思い出になりました。ということで1日目は公共交通機関のみで移動したんですが、この日はこの後レンタカーを借りてある場所へと向かうので、まずは新神戸駅周辺へと電車で移動していきます。今回帰りの新幹線のことも考えて新神戸駅周辺でレンタカーを予約したんですが、駅から歩ける範囲内で少し遠めの店舗だと駅に近い店舗よりも安かったりするので、予約をする際にはそのあたりも気をつけてみるとお得に旅行ができます。はい、ということでこの橋を見てピンときた方も多いかと思いますが、レンタカーを借りて今は淡路島へと向かっております。淡路島の紹介も以前しましたが、本当に素敵な場所でまた遊びに行きたいなと思っていたので、こうしてすぐに遊びに来れてかなりテンションが上がっております。淡路島を紹介した動画では、淡路島の有名な観光地をはじめ絶景を見渡すことができるおしゃれな貸別荘にも泊まって、初めて手料理の方も披露しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。こちらの淡路島なんですが、西海岸といって島全体で見ると神戸寄りに有名な観光地が密集しているので、もちろんそれ以外にも素晴らしいところはたくさんあると思いますが、今回のテーマが兵庫旅行の最強プランということなので、西海岸を中心に観光していきます。まず橋を渡って最初に大きな観覧車が目印のサービスエリアへと立ち寄りました。ちなみになんですが、新神戸駅からここまで車で1時間弱くらいで来れました。ここのサービスエリアは食べ物やお土産も充実していましたし、外に出ればこうして絶景を眺めることができたので、トイレに行きたくなくても夜価値十分でした。ちょうどお昼時なので、これから前にも紹介しましたが、全国からシェフが集い様々なグルメを堪能することができる淡路シェフガーデンへと向かいます。旅行中のご飯を決める時に限って何を食べようか迷うことってあると思うんですが、シェフガーデンに行けばいろいろな種類から選べるので、仮に一緒に旅行に行っていてそれぞれ好きなもの、食べたいものが違っても問題なしです。
このカラフルなコンテナがずらりと並ぶ淡路シェフガーデンへと到着しました。この日は平日だったので駐車場もかなり空いていました。お腹もかなり空いておりますので、早速はい、ということで残念ながらシェフガーデンは閉まっておりました。気を取り直して車を走らせていたところ、おしゃれでいい感じのこちらのお店を見つけました。今回はこちらで昼食をいただいていきます。このお店もそうなんですが、淡路島のお店は海沿いにあることが多く、景色一つとっても綺麗なんですが、おしゃれな建物やオブジェがかなり多いので、料理だけでなくこういったところも人気の一つです。料理も個人的な感想ですが、やはり他の観光地と比べても全国からシェフが集ったりとかなりクオリティが高いので、満足すること間違いなしです。なので世の中の男性、デートで淡路島に行けば女性に喜ばれること間違いなしだと思います。こちらのお店なんですが、外観はもちろん店内もかなり高級感があって、実際にお値段は少し張るんですが、めちゃくちゃ美味しい料理をいただくことができます。こうして席から海を見ながら食事をいただけるのも最高なポイントです。僕は今回こちらのステーキ丼をいただいたんですが、もう見てもらったらわかります。お肉もすごく柔らかくて、昼からこんな贅沢をしていいのかと思うくらい最高に美味しかったです。ちなみにこちらの料理も仲良し夫婦から少しもらったんですが、このでかいソーセージもかなりジューシーで美味しかったです。デザートでシュークリームもついていたので、こちらをいただいてから次の場所へと移動していきます。こちら日本遺産のイザナギ神宮へとやってきました。前に淡路島へ来た時にお店の店員さんから教えてもらった場所なんですが、前回時間の都合上行けなかったので今回初めて来ました。こちらのイザナギ神宮なんですが、なんと全国で最も古い神社となっております。詳しくは割愛させていただきますが、国生みの大業を果たされたイザナギとイザナミをお祭りする神社ということで、日本遺産にも登録されています。これまでもかなり多くの神社へと参拝しに行っているので、行くたびに御朱印帳を買おうかなと迷ってはずっと買っていませんでした。ただ今回は国生みの島、ここ淡路島で日本最古の神社へ来れたということで、これはもう買うしかないなと。それでもかなり迷っていたんですが、一緒に旅行に行っていた仲良し夫婦の旦那さんがなんと僕に買ってくれました。非常に嬉しかったですし、今後もいろいろな場所に行くのがますます楽しみになりました。前回の動画で医師からある宣告をされましたという話をしたんですが、コメントや YouTube を見てくれている知人からもたくさん連絡をもらって、改めて周りの人に恵まれているなと実感しました。気持ちも切り替えて、なんとか病気が治せるように中断していた治療も再開しましたし、病気と向き合って治してからしっかり周りの人にも何かしらの形で恩返ししていきたいと、またやる気も出てきました。ここイザナギ神宮で実は今年初めてのおみくじを引いたんですが、大吉で書かれている内容もすごく良かったので、ここへ参拝に来れたことをきっかけにまた頑張っていこうと思います。
今次の目的地へ向けてまた車を走らせていますが、やはり淡路島を観光するにはドライブも楽しみの一つですし、レンタカーはあった方がいいと思います。ということで、淡路島で一番有名と言っても過言ではないこちらのお店、幸せのパンケーキさんへとやってきました。こちらのお店、海が目の前でオーシャンビューはもちろん、おしゃれでインスタ映え間違いなしの素敵なオブジェがたくさんあることで有名です。前回の淡路島旅行でも絶対に行きたいと思っていたんですが、人が多すぎて時間が足りなかったので断念しました。今回は平日ということもあり空いていたので来れましたが、平日でも時間帯によってはかなり人が多いそうで、平日限定で前日までに連絡をすれば予約ができるみたいなので、そちらを利用されることをお勧めします。非常に人気なお店なだけあって、店内はかなり広く、先に席を確保してから席に置いてある番号札を持って注文しに行くスタイルでした。こちらのお店は国内外で24店舗あるんですが、こちらの淡路島が本店となっておりまして、ここ本店でしか味わうことができないこちらの幸せのパンケーキもありました。僕はこちらのパンケーキをいただいたんですが、とにかくパンケーキがふわふわで、それに生クリームとバニラアイスと惜しみない数のこちらのフルーツが乗っていて、本当に幸せな時間でした。美味しかったです。今回の淡路島観光は前回行けなかったところにも行けて本当に大満足でしたが、兵庫といえば神戸といえばやはりあそこに行かなきゃということで、僕の大好きな場所へと移動します。やはり神戸に来たならメリケンパーク、ハーバーランドということでこちらへとやってきたんですが、ここの夕暮れ時から夜にかけてが僕は大好きなので、それまで少し買い物でもしながら楽しみたいと思います。前から動画編集でこうして収録をする際に実はマイクを買ってなくて、僕は iPad で編集しているんですが、その iPad に向かって叫んでいます。なので今回マイクを買おうかなと思って見ていたんですが、悩んでる間に日が暮れ始めたので急いで外に出てきました。やっぱり何回来てもここの雰囲気がすごく好きで、前回来た時にはポートタワーが工事中で見れなかったので、これも今回工事が終わっていて見れたのでラッキーでした。ここで最後ゆっくりと雰囲気を味わった後、レンタカーを介して新幹線で帰ります。はい、ということで前回の動画と合わせて兵庫旅行の最強プランを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。1日目の南京町有馬温泉から始まり、2日目のこの日は淡路島、そしてここメリケンパークハーバーランドと、距離と時間も考慮した上で僕が思う最強プランで兵庫旅行を満喫してきました。1日目の様子を紹介した前回の動画では 2,3 年後に寝たきりになる可能性が非常に高いと医師から宣告を受けたことも明かしましたが、もう気持ちは切り替えたのでしっかり頑張ります。今回旅行に連れてってくれた仲良し夫婦をはじめ、本当にたくさんの人に恵まれながら今の自分があるので、いつか病気を治して必ず恩返ししたいと思っています。このチャンネルを視聴してくださる方の半数以上がチャンネル登録されていない方です。これを機にチャンネル登録と、この動画がいいなと思ったら高評価もよろしくお願いします。それではまた来週。